ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、毎度完全無線イヤホンでおなじみの、イヤーファンから、イヤーファンフリーチェイスだ。このチャンネル的には、最高評価を出した、エアプロさんが優秀な感じなんだけど、今回登場するフリーシリーズは、廉価、基本機能の充実がメインのシリーズだ。フリーチェイスの主だったスペックは、最近採用例が少ないんだけど、はっきりとした音色が特徴な、グラフェン振動板、6mm より大きくて、装着感と低音側のインパクトのバランスが取れた、7mm の振動板サイズ。そして、AAC 対応の、単体連続動作時間6時間と、必要十分なスペック。ちなみに、もちろん低遅延ゲームモードも対応してるぞ。このイヤホンにはノイキャンが装備されていないので、普段ノイズキャンセリングモードの変更に使う、左側ハウジング長押しが、ゲームモードのオンオフとなっている。もちろん、イヤーファンには共用アプリがあるので、そちらで操作や、イコライザの変更が可能となっているぞ。ここら辺のカスタマイズ性も、メジャーなメーカーなら、標準で備える機能になってきたよな、というわけで、低遅延モード含め、基本的なところは一通り押さえていて、振動板素材でちょっと有利がある感じ。加えて、マイクを使った通話を考えている人にも、有利な部分があって、フリーチェイスは片側2つのマイクを備えてる。それって、本来ノイキャンとかの精度を上げるためでは？そう、マイク通話のバックノイズを除去する精度が上がるので、通話性能でも優秀。ってわけ。というわけで、イヤーファンフリーチェイスは、通話性能、音質を備えた、ベーシックなモデルにして、その基本性能がしっかり高く、使いやすい、という印象だ。今回は、Windows を使ってテストしてみた。AAC 接続での遅延は、そこそこ体感できる感じ。標準状態では、他の AAC 対応のイヤホンより、結構遅延があるけど、ゲームモードにすると、遅延はほとんど感じない程度まで引き上がる。低遅延状態前提で使用して、接続が悪い時はノーマルモードで使うくらいの使い方がストレスがなさそうだ。加えて、フリーチェイスは、ノーマルモードでの接続強度がとにかく強く、ちょっとスマホから離れても、全然音が途切れないという特徴がある。ちょっと暗い信号が遅延してもいいから、接続が頑強なモデルが欲しい人にもおすすめだ。具体的には、壁を挟むと一般的な TWS の音がブツブツと途切れ始めるのに対し、同じ距離と壁を挟んでも、フリーチェイスだと家の同じ階、ドア3つ挟んだ場所でも安定して繋がる、といった具合だな。ここはかなり強力な信号強度を証明している点だと思う。マイクについては実際に聞いてもらった方が早いな。これから、実際に録音したものを流してみよう。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。通常のコンデンサマイクを使って録音しました。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューふぐみかんのふぐみかんです。イヤーファンフリー 1S を使って録音しました。ちなみに背景ではエアコンが動いてます。どうかな？音量は非常に大きく補正されているので、通話相手に迷惑をかけることもないし、はっきりと聞き取れる音質だ。マイクについても、とても実用的、と言えるだろう。このように、音質、駆動時間、遅延、そして通話と、実用的なスペックを備えた、フリーチェイス、デュアルマイクを搭載しているけど、本体のサイズは標準的で、装着感も良好だ。本体を使った遮音性は、中の上くらい、音漏れもほとんどなく、密閉感の高いサウンドになっている。基本性能が軒並み高く、よくわかんないブランドを買うより、イヤーファンのような、すでに定評のあるブランドを選択すべき、というしっかりとした理由になっているぞ。が、今の TWS 市場は、これだけでは生き残れない、さらに音質と信頼性が重要だ。イヤーファンがきちんとしているメーカーであることを証明する。一番わかりやすいところは、技的マーク。Amazon に進出している中国系の無線イヤホンメーカーには、技的マークや、バッテリーの安全性を担保する PSE マークを備えていないところが多い。日本国内で売るなら、というか使うなら、どちらも必須なんだけど、実際にはこれらのマークのない製品が流れてきているのが現実だ。イヤーファンの製品は、すべてしっかりとここら辺の法規制に準拠しているので、安心して使うことができる。また、サポートもしっかりと日本語で対応してくれるので、国内ブランドのものを通販で購入するのと同じ感覚で使うことができるぞ。万が一の交換品も国内に在庫あるしな。そして、イヤホン好きだったら、絶対に妥協できない、音質面、と言っても、最近の TWS で外れのモデルって聞いたことがないんだけど、イヤーファンフリーチェイスには、それらの合格点から、もう一歩優秀なポイントがある。それは、最初にもちょっと触れた通り、このイヤホンのドライバユニットが、グラフェン 7mm のダイナミックドライバーを採用している点だ。グラフェンは、カーボン系振動板の中でも、低価格イヤホンでは一番最初に流行した振動板で、カーボン系振動板の中で、最もソリッドな音色を表現するのが得意。
そして、中華イヤホンブランドが一番使い慣れてるカーボン系の振動板でもある。逆に、うかつに開放感を上げると、高音域がガリガリ刺さるようになり、しんどい、という弱点もあるんだけど、フリーチェイスは、しっかりとした密閉をとっていて、グラフェンの強力な硬質感のあるサウンドを、密閉感で中和することにより、全体的には弾力感があるサウンドなんだけど、高音域側はしっかり硬質に響く、ちょうどいいバランスだ。この塩梅、よくある樹脂振動板だと出しづらいし、グラフェン振動板でも、もっと派手すぎるバランスのものもあるんだよな。しっかりと密閉されていて、音漏れがなく、なおかつ、はっきりと高音が聞こえるイヤホンを探している人は、ここにあるぞ、と宣言したい。音色を分解してみようか。フリーチェイスはさっきも言った通り、全体的には、密閉されていて、弾力感が高い。というか、通常振動板だと、若干こもるようなハウジング設計だと思う。ただ、硬質な響きを持つグラフェン振動板のおかげで、聞いていて音が混じらない、しっかりと分割された音色を楽しむことができるぞ。高音域から高中音域で特にこの特性は顕著。残響感があるものの、音の出だしのキック感が強い、という、出だしがはっきり、終わりが優しい、という、独特な印象を感じる響き方になっている。後から追加される音がしっかり分離されるので、音の開始は聞き取れるんだけど、音の終わりがうまく混じる、という面白い音だ。サブベースは 7mm ダイナミックドライバーらしく、そこそこ、といった具合、そこまで期待しすぎるほどじゃないけど、密閉感が強いので、しっかり低音からサブベースまで逃げずに聞こえる。ここでサブベースが強力すぎたら、おそらくこの残響感が悪い方に作用してたと思うので、やっぱり面白いバランスだな。空間表現には、結構狭いところに天井がある感じ。これは、残響の多さと、それから密閉感の高さが影響していそうだ。このイヤホン、独特の出だしのキレと残響感を合わせ持っていて、なおかつ、全体のバランスも良く、破綻も起きない、音質重視のノイキャンなしの TWS として、非常によくできた一台となっている。和音が重要な音楽なんかでは、かなり独特な響きを楽しめるはずだ。同じイヤーファンの製品と比較しても、音質に結構特徴があるので、上位機種と合わせて、強烈な接続強度を持つ、サブ機として、選択する価値があると思う。また、標準のイヤーピースでは遮音性はそこそこなんだけど、より強化された密閉感を得たいなら、ウレタンタイプのイヤピを使うと、より遮音性を高められそうだな。イヤーピースは薄型なので、対応できるイヤピには癖がある点には注意が必要だ。というわけで、基本性能、強力な接続強度、優秀なマイク、一般的なイヤホンと同じような接続強度のゲームモード、さらには、独自性のある音質、そして何より値段。低価格ながら、しっかりと基礎能力があって、その上で、音質的にも楽しめる一台だ。アクティブノイズキャンセリングのない、シンプルなイヤホンを探している人には、非常に優秀な選択肢となる。装着安定も良いしな。というわけで、イヤーファンフリーチェイス、安価ながら、意外な掘り出し物だ。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。